完成です。通す時にこの状態だと穴に通せないので、針先って言ってセロテープとか、あと糊ですかで作ったりします。これ紙紐っていうんですけど、膨らみを出すために入れてます。これおちょこっていうんですけど、こっちが表に出ないように戻します。これ重ねていくんですけど、持ち方、これがこうなかなかこうきれいに持てるまでがちょっと大変かもしれません。やってもらえると分かるんですけど、この小種を持つ手がなかなか持てないかもしれませんね。それがちょっとね、最初はね。で次はこことここをこうつけていきます。でこういう形になります。ここから抜きます。これがちょうど真ん中に入るように抜いてます。ちょっとね、ボンド最初ってね、ボンドがなじまないんでつきが悪いんですよね。少しやってると馴染んでくるんですけど。でこれをこうくっつけていきます。蛇腹によってやっぱりこれが生きたりとかしますんで、高級感が出ますね。これも押します。
穴を開けたものを今度かしめます。これもう少し膨らみを出すためにスポンジを入れておきます。今度これを貼っていきます。これちょっとカーブ、このカーブにちょっとこう合わせまして、でボンドつけちゃいますね。この部分に留めていきます。これハサミで留めます。これで終わりです。これボンド乾くまで置いておきます。こんな感じ出来上がりました。腰の飾りをつけていきます。これは4つつきます。前だけ4つつきます。麺。じゃあこれで腰が一応これでボンド乾かします。横棚の上杉ってあったっけ？あるよね。新上杉でしょ？あ、そうなの？こっちがどうするかそれ。あ、そうこれベルの上杉。侍シリーズ。そっちはサムライシリーズのじゃん。違う。あ、本当だ。じゃあ67。67って。洋角の方と67センチの両方です。一応一枚の用を使うんです。ってことはこれに使用書にポンって書いてあるってこと？あ、でもここに来たんだ。はい。あれ、私1個持ってきたっけ？なんか忍びの札がさ、黒が入ってないから黒入れたいとか言って今で、こんな感じになります。大名行列みたいなのと、あとちょっとなんか平安時代の貴族みたいなのと。
すんのそれからでもう一個これが来るみたいなんで。これはここ金よ。あ、忘れる。忘れ入れ込んでいきます。忘れちゃうよ。あ、黒っぽいですね。これになってる。ある。あ、黒だね。黒ですね。黒でしょ。これはなんかのりボンドって言って、ボンドだけだと硬くなってしまうので、のりも混ぜてあるのりです。こんな感じですね。で、一応金具付けが終わりです。腕の形にこう当てて、で袖をつけていきます。完成です。ほぐしてるこれ布と、これが後ろですね。で、あと全部落としますかどうしますか。あ、でも落とさないとね。はい。落とさないとね。で、今補強したのは今これ貼っちゃったから。部長お願い。
出てるとこみんな切ってこれを後ろの方からこうやってこれで完成です。で次腰をで取れないように秒で一応ボンドしてあるんですけど、これ貼ったものになかなかこれが入らないんです。ここに膨らみがあるんですけど、手仕事なんで、同じ左右同じようにこう曲げるところがちょっと難しいというか、なかなか慣れないですね。何としてでも伝え続けなくちゃとか思ってます。昔は江戸甲冑っていうのと京甲冑っていうの、江戸甲冑っていうのは本物を忠実にミニチュア化して模写したもの。もともと江戸甲冑の始まりって江戸時代に紙で作った甲冑を人形に着せるところが発祥なんですよね。でその技術を今も継承してるということなので、僕全然忘れてたんですけど、今日で60周年だったらしいです。おめでとうございますって言われて、何のことですかって。その昔から思ってたのは、甲冑屋さんってなんか潰しが効かないよねってよく言われてたんですよ。それがどうも僕は腑に落ちなかったし、何かできるはず何かできるはずだってずっと過ごしてきたので、同じ技術を生かしたものを他に転化していろんなことをやってますけど、決して五月人形っていう枠だけでものを作ってるわけではなくて、どっか他に何か可能性があるんじゃないかって日々探しながら、海外の方はもっとより国内の方にもなんとか手に持ってもらえるものが作れないかっていう、仮に一人になってしまったとして、これしかできないしね